はい、今回はデスクシェルフを DIY したいと思います。パソコンデスクでもはや当たり前すぎるほど定番となっているのが、このデスクの上の小さな棚。これ1台置くことでデスクがすっきり見え、収納も増えるという見た目と実用性を兼ね備えているっていうアイテム。すでにデスクでは鉄板の商品になりつつあるので、この棚を置いたデスクを見たことがないって人も珍しいでしょう。ただ、この棚はすっきりとした見た目の通り、構造も至ってシンプル。だからこそ、これに大金払うのはなんかもったいないって思っているのは私だけでもないはず。自分で作ればカスタマイズもし放題だし、なんなら脱着可能なモジュールシステムも組み込めるのではないか。そう思い始めてしまったらもう止められないわけで、今回は自分好みの最高のデスクシェルフを作っていきたいと思います。はい。それではまず最初にデスクシェルフって何なのかって話。これ、シェルフって言ってますけど、棚というよりはどちらかといえばデスクの上に乗せる小さな台なんですよね。構造は本当にシンプル。こんなこと言ったら怒られちゃうんですけれども、本当細長い板に足をつけただけ。なんならちょっとした木材に板を置くだけでも作れてしまうのです。だから DIY としてはこれ以上ないくらい簡単であり、棚やデスクの DIY、ラブリコやディアウォールといった突っ張り DIY と比べても圧倒的にハードルは低いのです。必要な材料も棚板と棚足だけなのですんげー格安。2、3000円もあればそれっぽいものが仕上がってしまうのがこのデスクシェルフだと思っています。で、シェルフってことで結局のところこれは収納グッズなのですよね。収納は何を置くのか明確になってないとそれそのものが邪魔になってしまうということも忘れてはいけません。日々作業するデスクに収納を増やせば作業する場所も減ってしまうわけで、何のためにわざわざデスクの上にこの棚を置くのか、このアイテムが本当に便利なのかってのも疑った方が良いとも思っています。結局のところ使ってみなければわからないわけで、そんな不確かなものにうん万円もつぎ込めるのかといえば、私には難しいんですよね。どちらかといえば少ない出費で試行錯誤して、なんなら自分で調整できた方が良いなと。実際、この小さい棚で色々と試せることで、デスクについての理解は深まるはず。今後のデスク選びの選択肢が増えていくことも間違いないでしょう。かくいう私はモニター台や卓上ラックといったいわゆるデスクラック的な商品は色々と試してきており、試してきた中で感じているのが、いつの時代も流行り廃りってのがあり、どれもこれも一概に使いやすいとは言えないということ。だからこそ色々と思うところもあるわけで、この小さなデスクシェルフを使う意味もしっかりと深掘っていきたいと思っております。というわけで今回はデスクシェルフの作り方に始まり、脱着可能なモジュールシステムの組み込み方法、そして実際にデスクシェルフを使ってきて気づいた違和感やデメリットについても正直に話をできればと思っております。概要欄には目次も作っておりますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばして、お好きなところから見ていっていただけると幸いです。それでは行ってみましょい。はい、それでは早速デスクシェルフを作っていきたいと思います。デスクシェルフは細長い板に足をつけるだけって言いましたが、じゃあこの天板と棚用の足をどうやって選ぶのかという話ですね。まずはメインとなる天板の選び方から。基本的にはデスク天板と考え方は同じであり、天板次第で見た目の雰囲気が変わるというのは言うまでもありません。強いて言う違いはデスクほどの強度は必要ないってところ。長さもデスクよりも短いし、ちょっとした小物やガジェットを置くだけなら板も薄くて良い。強度を高めれば重くもなってしまうし、デスクへの負荷も増してしまいますからね。そして木材は値段が高ければ良いというわけでもありません。木材の種類は様々ですが、基本的に強度が高いものは密度が高く重くなり、それに比例して値段も高くなる傾向にあります。例えば、軽量で柔らかい杉は格安で、奈良のオークやくるみのウォールナッツは高額といった感じ。大きくカットできる木は限られているので、一枚板といった無垢材よりも小さい木片を接着した修正材や薄板を重ねた合板の方が格安に手に入ります。見た目重視で一枚板を選ぶって人もいらっしゃるかと思うのですが、節があったり反りや割れといったリスクもあるし、板を重ねた修正材よりも強度が弱く加工しづらかったりもするので、デスクでは私はあんまり一枚板は使いません。実際私がデスクや棚でよく使っているのはパイン、アカシア、メルクシパインといった修正材。この継ぎはぎの見た目が苦手なら塗装したりリメイクシートで覆ったって良いでしょう。シェアのデスクとかも表面だけ加工しているものが多いですからね。オークやウォールナッツといった名称はよく使われがちですが、中身が全部それってことは稀。表面プリントだけだったり化粧板だったりするのです。まあデスクシェルフって見た目で選ぶと思うんですけれども、結局のところデスクに置くもの。
単体での美しさというより、デスクに合わせて考えるべきでしょう。デスクと色味や質感を揃えることで勝手に統一感も出るし、むしろちぐはぐな見た目は避けるべき。もしデスクを自作しているなら、その端材を使って作れれば楽しいし、一緒に塗装してしまえばオーダーメイドのような見た目にもできるんじゃないかなと。まあ木材って知っておくと DIY だけでなく家具選びにも色々と役に立つし、ブランドのストーリーとか販売価格といったメーカー側の都合にも惑わされづらくなります。特に木材、集成材、合板の違いぐらいは知っておいて損はないかなと。木材は木の塊そのものを使ったもの、継ぎ目がなくカットされたままの木材ですね。一枚板だけでなく DIY でよく使われる 2x4 材や SPF 材も木材になります。集成材は厚みのある木片、ラミナを接着して作った板、木材ブロックの集合体と考えるとわかりやすい。合板は薄い板、ベニヤをサンドイッチのように重ねて作ったもの。あとは木材の繊維を固めた MDF とか、木材のチップを固めた OSB とか、パーティクルボードとかもよく見かけます。まあ誤解を恐れず簡単に言ってしまうのであれば、木材の継ぎ目がないのが木材で、集成材はブロックの組み合わせ、合板は薄い板の組み合わせ、集成材と合板ではブロックをくっつけてるか薄い板をくっつけてるかの違いがあり、ネジ打ちが多い DIY では集成材の方が色々と気にせず使えると思っています。市販されているデスク天板とかも調べてみると中身は集成材や合板ってパターンが多く、よくあるメラミン化粧板やリノリウムの中身はパーティクルボードが多いです。パーティクルボードは木材チップ、要は木くずを固めた板なのでネジ打ちする DIY には向いていません。穴開けるとボロボロ木くずも出てきちゃいますからね。これはフレキシスポットのメラミン化粧板。こちらは奏で物のリノリウム化粧板。化粧板ってのは芯材の表面に装飾や機能性を付加するために板を貼り付けてるもの。中身の芯材は調べても何が使われてるかもわからないことが多いし、少なくとも後からネジ打ちするってことには向いていません。まあ化粧板が悪いって言いたいわけではなくて、結構お値段が高いデスクでも中身は集成材だったり、合板やパーティクルボードっていうケースが多いんですよね。表面に板を貼り付けたりして仕上げてるわけで、ポリ合板やメラニン化粧板といった化粧材もホームセンターに売ってますからね。ボンドでくっつけるだけで似たようなものは作れたりするし、もちろん塗装したって良いでしょう。自分でやることで自分好みの色が選べるってのもあるんですけれども、こういったことができるようになるとダメージや汚れもいくらでも隠せるようになるんですよね。愛着のある天板。捨てたくないし、まだまだ使える天板を買い替えるのももったいない。処分するつもりなら失敗したって良いとも思うのでした。はい、天板を選んだら続いてどれぐらいのサイズにするのか。具体的なカット寸法についてですね。現在定番のデスクシェルフの横幅サイズは80センチから120センチ程度が多いのですが、実際はデスクサイズやモニターサイズ、はたまた収納したいものによっても変わるかと思います。デスクよりも小さいサイズを設置するのが一般的かと思うのですけど、あんまり小さいと一昔前のモニター台のような見た目にもなっちゃうので、いわゆるデスクシェルフにしたいなら長めにしておくのが無難でしょう。スピーカーを置いたりデュアルディスプレイにしたいなら長めの寸法にしておいた方がよろしいかなと。私はデスク幅ぴったりでも作ったりもしています。まあこの辺のところは各々のデスク環境にもよりますし、適切なサイズを探るために DIY するってのもある。結局のところ使ってみるまではわからないわけで、理想とするデスクシェルフの寸法を参考にするのが早いでしょう。というわけで主要ブランドのサイズをまとめておきました。天板の厚みは2センチってところがほとんど。奥行きは23センチ前後が多く、横幅は80センチ、100センチ、120センチあたりが定番。一番大きいサイズがあるのはグローブメイドさんで、エクストララージは横幅58インチなので約147センチと超ビッグサイズ。ただこれはグローブメイドのデスクに合わせて登場した新サイズ。公式イメージのデスクシェルフはラージサイズっぽいですね。これとても高級感のある見た目なんですけれども、デスクが2200ドル、デスクシェルフが約300ドルから500ドル。両方購入すると約40万円なんですよね。まあそりゃかっこよくないと困るし、私も買えるなら買いたいんですけど、さすがにちょっとね。で、このシェルフはラージサイズの46インチなので、約147センチのデスクに対し、約116センチのデスクシェルフ、左右に15センチずつ余裕を持たせて乗せてる感じ。まあ私は現在のデスクシェルフというスタイルを確立させたのはグローブメイドさんがパイオニアだと思っており、このちょっとデスク脇のスペースを空けつつ使うっていうのが皆さんのデスクシェルフイメージだとも思っています。はい、天板を選んだら続いて棚の足ですね。
棚足と言ってますが、構造的にはデスクと同じ。棚板の下に台を置くだけでデスクシェルフは完成するというのはもう何度も言ってることですね。というわけで、棚を浮かせるための土台があれば良い。適当な木材の端材を置くだけ、超簡単です。木材なら調整し放題。ちょうど良いサイズにカットして天板の下に置けば良いんです。参考までに市販のデスクシェルフの天板高さが10センチから12センチ。天板の厚みが約2センチなので、足の高さは 7.5 センチから10センチ前後となっています。このサイズにちょうど良いのが DIY 定番の 2x4。2x4 材は非常に格安であり、どこでも売ってるし、幅が約 89mm、高さが 38mm とちょうど良いサイズ。縦置きにすれば多くのデスクシェルフと近いサイズの9センチの棚足にもできるし、横置きにすれば4センチの棚足となり、薄型のデスクシェルフも作れるのです。この棚足スペースも有効活用したいなら、小さな棚を台として使っても良い。引き出しの上に板を置いてデスクを作るってのと同じ方法。小さい棚の上に板を置くだけでデスクシェルフもできるのです。これは無印良品の木製小物収納6段と木製小物収納3段。どちらも棚枠は一緒で互換性があり、縦だけでなく横向きでも使えるという非常によく考えられたアイデア商品。価格は約3000円。横向きにした場合は高さが約 8.4 センチ。デスク足としてもちょうど良い高さでしょう。置くだけだと不安に思うかもしれませんが、天板に物を置けば置くほど接地面にかかる荷重が増えて摩擦抵抗も大きくなり動きづらくなります。荷重がかかるのは主に縦方向なので、足をがっちりに固定しなくても成り立つんですけれども、横方向のズレには弱いので、これを防ぎたいなら L 字金具や棚受けなんかで軽く固定しておくと安心かなと。まあ別にボンドで固定したり、なんなら両面テープだって良いとも思ってます。私はクレッグのポケットホールジグを使ってネジ止めをしたりもしてますが、しっかりとネジ止めをしたいなら専用の足製品を使うのが手っ取り早いです。ソファー足、キャビネット足、アジャスター足など高さ10センチ前後の棚足は意外とバリエーションもありますからね。ラブリコのシェルフフレームスクエアも縦横10センチで使えなくはないし、格安に済ませたいなら定番なのが100円均一。セリアで売ってるインテリアアイアンバー。安くて見た目も良いので私も至るところで使いまくっています。例えばスクエアアイアンは1つ110円、2個使っても220円。ネジ穴も開いているのでネジ固定も簡単。インテリアアイアンバーでは低めの棚も作れます。スケアは足高7センチ、アイアンバーは足高4センチぐらいですね。似たようなものとして私は余ったスピーカースタンドで棚を作ったりもしています。高さは約 13.5 センチ。手前側が空いているので収納エリアが広いのですが、スピーカースタンドなので若干斜めになっちゃうのは難点ですね。まあデスク足に3000円も出せるなら、正直デスクシェルフ用のアイアン足を購入した方が良いでしょう。足の質感が良いだけでだいぶ見た目も良くなるし、大きいウッドにプレダクツもアイアン足。皆さんインダストリアルデザインって好きだとも思うのです。プレダクツでも足だけ購入できますが、私が使ってるのは Amazon で購入した成田ベースの商品。4980円。プレダクツは幅3センチで重量 0.7kg ですが、こちらは幅が4センチで重量も 1.4kg と倍でこっちの方が安かったです。アイアンはごつくてなんぼであり、質量も高いほど高額になりますからね。まず高さを柔軟に選びたいなら木材が手っ取り早いし、武骨な見た目が良いのであればアイアン塗装してしまうという方法もあります。塗装してしまえば一気に雰囲気が変わるってのは天板と同じ。ネジ穴だって木くずとボンドを混ぜて埋めてしまえばそれはもうパーティクルボード。上から塗装してしまえばそれはもう化粧板みたいなもん。何せよデスクシェルフで一番ネックとなるのはこの高さ。高さを試行錯誤できるってのが DIY する一番の利点だとも思ってますので、いろいろと試して自分に合った高さを探してみてください。はい、デスクシェルフを作ったら、続いて考えるのがこの棚をカスタマイズする方法。どうやって天板にデスクガジェットを取り付けるのかって話。デスクシェルフの醍醐味ってまさにこれですよね。拡張モジュールを取り付けられる、いわゆるモジュラー式のデスクシェルフが触れており、バローロのセットアップコックピット、プレダクツのモジュラーデスクシステム、ラシカルのモジュールシステムなどがその代表格。この後からカスタマイズできるっていう拡張性と柔軟性こそが収納の不安を解消してくれて非常に魅力的に見える。私もわからないからこそやり直したいんですよね。自由にレイアウトでき、変化に適応できる安心感。とはいえ、高額なデスクシェルフよりも高額なのがこういったオプションパーツ。デスクシェルフはあくまでアップセルの導入商品。つまり入り口に過ぎないということも忘れてはいけません。では、どうやって自分でカスタマイズをするのか。
物に物を固定するという方法はある程度限られており、ボルト固定に粘着固定に吊り下げ固定にクランプ固定にバンド固定。あとはマグネット固定くらいに絞られるんじゃないかなと。定番なのはネジ固定ですよね。これはもうしっかり止まるし、あらゆるものというものの固定に使われているので、信頼性は一番高いのですけど、木材に使う場合は穴を開ける手間もあるし、穴を開けたら最後、取り返しがつかないですからね。その対策として使われるのが折り目ナットやインサートナット。バローロやラシカルデスクがまさにこれですね。あらかじめ複数の折り目ナットをたくさん開けておくことで様々な場所に着脱が可能となる。M4 ネジや M5 ネジ。4分の1インチネジ穴をつければ、撮影機材も簡単に固定できるようになるんだけど、折り目ナットを取り付ける労力が半端ないし、固定位置もそこそこ限られてしまう。両面テープは手軽なんですが、粘着力には限界があるし、徐々に剥がれてくるという怖さもある。強力にすればするほどやり直しもしづらくなりますし、粘着テープは熱にも弱いので発熱するガジェットにも使えません。クランプ固定は挟むだけなので設置は簡単なんですが、挟むために天板ダメージがあるし、挟むためのパーツは無駄に場所を取る。見た目がごつくなったら意味もないですからね。マジックテープや結束バンドでくくりつけるバンド固定もありますが、ループ穴をどうやって作るのかってのもあるし、そもそもバンドの見た目がよろしくない。というわけで最終的に行き着いたのがマグネット固定です。マグネット固定を使う理由として、まずデスクシェルフにそんなに重いものを固定しないってのがある。小さい棚に固定するとなると小さいものに限られるし、デスクの上には重いものを吊るせるようなスペースもありません。ガジェットも軽いものばかり。コントローラー、ヘッドフォン、タブレットにドッキングステーション。なんなら引き出しまでもマグネットで固定できてしまいますからね。特に天板裏のような水平面にマグネット固定する場合、磁力が引っ張る方向に強く、重力に対して垂直に作用するので落ちづらくなります。強力なネオジム磁石を複数使えば、結構重いものでもガチガチに固定できる。一方、デスク足などに設置する場合は、平行方向に力が加わるので横滑りしやすくなります。圧倒的にずれやすくなるので気をつけてください。あと、マグネットってスチールにくっつくのでわざわざ専用商品を用意する必要がないのも良いところ。磁石が鉄にくっつくってことを知っていれば、鉄で作られているアイテムを探せば良いのです。スチールプレートだけでも種類が豊富で色々と選べるし、アイアン製品は家具や工具でもおなじみ。鉄素材の小物や金具も非常に安く手に入りますからね。例えば100円ショップにもアイアン製品はたくさん売っているし、ガジェットでマグネット固定といえばマグセーフ。マグセーフが普及してくれたおかげで、スマホに限らず撮影機材やカー用品とマグセーフ関連商品はたくさんあるし、マグセーフから変換できるアダプターも非常に増えているのです。個人的にはアイアン製品の武骨な見た目も好きなので、適当にマグネット吸着してもいかにも自作したって感じが出ないのも良い。木材に黒いアイアンを組み合わせれば勝手にインダストリアルな雰囲気になるっていうのは先ほど申し上げた通り。そしてマグネット固定最大のメリットは設置の柔軟性と脱着のしやすさ。これはもうご想像の通りですね。ネジや両面テープより気軽に固定できて何回でもやり直しが効くっていうのが素晴らしい。DIY ってカスタマイズし放題とはいえ、やっぱりネジ穴開けるのは面倒だし、せっかく買ってきた綺麗な天板、傷つけるっていうのが精神的にきついんですよね。設置する心理的ハードルも低く、実際にやり直せるから試行錯誤もしまくれる。結局のところ失敗したくないだけ。だからこそ私もモジュールシステムに憧れるんだとも思っています。はい、続いて固定するためのマグネットとスチールの選び方について。マグネットで固定するといっても、使う磁石と鉄により、その固定強度は大きく変わってきます。磁石の中で強力な永久磁力を誇るのがネオジム磁石であり、従来の黒いフェライト磁石よりも非常に強力に固定ができます。ネオジム磁石は Amazon や中華サイトのアリエクスプレスやテムやシーンでも購入できますが、磁力も質もまちまちであり、どれも元をたどれば同じものだったりもするし、同じ商品でも購入時期が異なれば違う商品が届いたりもしちゃうってのは以前の動画でも話をした通り。というわけである程度質が保証され、実際に磁力を確認して購入できる100円均一を利用した方が良いです。セリアとダイソーでは長く販売もされていますし、一応磁力強度を表すミリテスラという数値も記載されていますからね。そしてマグネット固定というとどうしても磁力の強さばかりに目が行きがちなのですが、強力な磁力を有効活用するためには、くっつかれる側も非常に重要となります。使うスチールプレートの素材や厚みで固定力は大きく変わるのです。では、天板裏にスチールプレートを使うなら、どういった商品から選べば良いのか。
磁石がくっつく鉄の板の中で、比較的安価で手に入りやすいのがトタン板です。トタンは鉄板に亜鉛をメッキしたもの。錫をメッキしたブリキより、傷つきづらく錆びづらくより安く手に入ります。今私、トタンのことを鉄板って言っちゃってますが、正しくは鋼板、鋼であり、スチールという素材になります。インテリア業界ではスチール製なのにアイアン家具とかアイアン雑貨と呼ばれることが多く、この商品名と実際の素材の違いで混乱している人も多いはず。アイアンが鉄であり、スチールが鋼。鉄は柔らかく変形しやすいので、鋼にすることで硬くて丈夫になり加工もしやすくなる。バーベキューで使う鉄板やダッチオーブンなんかも鉄素材ですが、こちらは鋳鉄になります。調理器具にも鉄は使われがちなので、磁石がくっつくことが多い。くっつく鍋敷もこの原理。包丁や刀もハイカーボンスチール。鋼は磁石にくっつくわけです。話がそれましたが、世の中アイアン家具、アイアン雑貨と呼ばれているもののほとんどがスチール製であり、ステンレスもスチールの一種ということ。だからこそ勘違いしてステンレスプレートを買いがちなのですが、ステンレスって磁石がくっつかないものも多いので、これも気をつけてください。例えば、ステンレスで代表的な SAS304 は磁石が全くくっつきません。ステンレスって高級なものほどより錆びにくくなっており、磁石もくっつかなくなる傾向にあるのですよね。磁石が使えるステンレスで選ぶなら、フェライト系ステンレスの SAS430、他にも SAS410 などもあるのですが、見かけないので、磁石目的で使うなら SAS430 だけ覚えておけば良いでしょう。あと、間違えて買いがちなのがアルミプレートですね。見た目そっくりで同じところで売ってるんですけど、アルミや磁石がくっつきません。というわけで、私がよく DIY で使うスチールプレートは、トタン板と SAS430 のステンレス板ですね。具体的なメーカー名を挙げると、株式会社光さんのトタン板、九宝金属製作所のトタン板、あとはトラスコ中山さんの SAS430 ステンレス板。この3つのメーカーはいずれも日本メーカー、質も高く通販でも格安に手に入ります。トタン板はイメージの通り薄いものが多く、0.25mm、0.27mm、0.35mm あたりが一般的ですが、九宝金属製作所では厚めの 0.6mm トタンも販売されています。一方、トラスコ中山さんのステンレス板、SAS430 の方はちょっと厚めの板、0.5mm、1mm、2mm のラインナップとなっています。厚い板の方が磁力も強力にくっつくのですが、SAS430 のステンレスはクロムが混ざっているので、トタン板より磁力が弱くなるんじゃないか。そう思って試してみました。0.5mm のステンレスと 0.6mm のトタン板で比べたところ、0.6mm のトタン板の方が強力にくっつき、このトタン板と 1mm のステンレスを比べたところ、1mm のトタン板の方がちょっと強くくっつくかな程度。何せよ分厚いが正義ってことは間違いないでしょう。ただ分厚くなれば重くなり、値段も倍々に増えていくし、結局のところステンレスってのは割高。天板裏に貼り付けるというなら 0.6mm のトタン板くらいが限界になるんじゃないかなと。ガッチガチにしたいなら 1mm や 2mm の板ってのを使いたくなるんですけれども、このくらいの厚さになってくるとネジ固定しないと不安になってくるので、ステンレスプレートではなく木材の補強プレートから探した方が良いと思いました。補強プレートは本来木材の強度を高めたい部分に使うもの。スチール製で厚みもあり、ネジ固定の穴もあるので、ほんとガッチガチに何でも固定できるようになります。私がものすごい使っているのが 2x4 用の帯金物。大同半島脇産業トラスコ中山から販売されてました。サイズは大きくないけど値段は格安。大同半島もトラスコ中山も 2mm の厚さで24センチから8センチのサイズと同じで、ちょっと形状が違うくらい。どこでも売ってて格安なのは大同半島ですね。下手なステンレスプレート買うより安くて1個350円くらいで見た目も良いんで愛用しています。重厚な見た目と反面、ステンレスプレートよりだいぶ軽い。2mm のステンレスが約 440g。2mm の補強プレートが約 290g。デスクシェルフの手前側にしか使わないならこのサイズで十分だし、値段も安いから並べて敷き詰めたって良いでしょう。参考までにラシカルデスクのマグネットベースは 24cm×21.5cm で厚みは 1.5mm。素材は粉末塗装したスチールで約3000円の価格です。これ自体はそこまで高額ってわけじゃないんですけど、磁石でくっつけるだけだったら補強プレートでいいんじゃないかっていうのはあくまで個人の感想です。で、実際のところ、プレートの厚みは固定するものによるのですが、小さいガジェットやミニ PC 程度なら、トタン板の 0.35mm でも十分固定できます。ティッシュといった日用品なら 0.27mm でも全く問題ない。縦向きの 0.27mm でもしっかり固定できる強度です。
これは山崎実業のラップケース。こちらはカインズ。もちろん同じマグネット固定でもフェライト磁石、ネオジム磁石では磁力強度は違うというのも先ほど申し上げた通り。0.6mm のトタン板ともなると結構ガチガチに固定できるので、パソコンやタブレットといった高級ガジェットにも安心して使えるかなと。さらに 2mm の極厚スチールプレートだとほんとガチガチになります。収納トレイとかに使うならこれくらいの厚さが良い。まあこの辺のどこで何を固定しているのかっていうのは後で詳しく説明したいと思います。あと悩むのがトタン板のサイズですが、トタン板って綺麗にカットすること自体が難しいので、小さなトタン板を組み合わせて使った方が柔軟に使えます。大きなトタン板1枚より小さい板を組み合わせて隙間なくぴったり貼り付けた方が良い。あとはトタン板に合わせて木材をカットするとかですね。ちなみにスチールプレートを天板に固定するのに使っている両面テープは 3M のスーパー超多用途の薄手モデルを愛用しています。これ想像以上に強力にくっつくのでむしろ気をつけて。磁力と同じくテープの粘着力も引っ張る力には強いので重力に対して垂直にくっつけるなら落ちる可能性は低いです。ただ磁力が強力になればなるほど粘着力の方が負けて剥がれやすくなりますので分厚いプレートを貼り付けるならやっぱりネジ打ちした方が安心だと思いました。はい、続いてガジェットを天板に固定する具体的な方法について。マグネットで色々とくっつけられるのは分かったけど、じゃあ実際お前はどのように使ってんだって話ですね。まあ私を含め皆さんガジェットをこの棚に収納したいというよりも浮かせたいんだと思うんですよね。天板裏や天板側面にくっつけてなんなら取り外せるようにしたい。というわけでここからはマグネットで脱着可能なモジュールシステムを構築していきたいと思います。まず誰もがくっつけたいのが USB ハブとかドッキングステーションですよね。手の届く場所には置きたいんだけど、前後に配線が出るから厄介。デスクの上に直置きしたくないガジェットナンバー1。このデバイスは小さくて軽いので、棚というほど大きなスペースは必要ないし、なんならガジェットを天板に固定さえできれば良い。というわけで使うのが L 字金具です。最初はこの字金具を使おうかと思ったんですけど、L 字なら2個使うことで厚みの調整が可能。私がよく使うのが先ほども使った大同ハントの補強金物。同じシリーズのマルチ L 型です。この L 字金具は穴がたくさん開いており、ネジとナットで固定し放題。サイズバリエーションが豊富なのも素晴らしい。私は家で数えきれないくらいこのシリーズ製品を使っています。ドッキングステーションなら L 字金具4個もあれば固定できてしまいます。一番小さい L 字金具は幅が 40mm で長さが 42mm。1個190円程度。もう一段長いサイズは幅が 40mm で長さが 65mm で1個210円程度。2枚組み合わせて M4 ネジとナットで固定すればこの字型金具の出来上がり。M4 ネジってディスプレイ固定でおなじみのサイズだと思うんですけれども、持ってなければネジとナットも大量セットで安く購入できますからね。固定位置は自由自在。厚みも調整できるならアンプとかにも対応できます。ビタ付けにした方が見た目は良いんだけど、ガジェット類は発熱もしがち。個人的にはちょっと隙間を空けても良いかなと。スチールかつ穴もいっぱい開いてるので放熱性も優れているでしょう。大きなアンプとかも固定したいなら 4 点固定しても良いですね。2箇所固定なら L 字金具が4個で約800円。4箇所固定なら8個で約1600円といったところ。天板への固定はネオジム磁石を挟んでくっつけても良いし、マグネット付きの台座をネジで固定しても良いでしょう。これは M4 ネジに対応しているマグネット台座。これをネジとワッシャーで L 字金具の穴に固定するだけ。これにより磁力方向が天板側のみになるので、アナログ回路を含むオーディオ機器にも安心して使えるんじゃないかなと。まあ別に L 字の金具があれば似たようなことはできるわけで、格安に揃えたいなら、100円均一の L 字金具とかブックシェルフで固定するのもありかなと。これ安いんだけど意外とスチールも分厚いのでガチガチに固定もできます。L 字のプレート同士はネオジム磁石でくっつけても良いし、磁石でずれるのが嫌なら別に両面テープや接着剤でガチガチに固定しても良いでしょう。これ100円ですから。で、これらドッキングステーションやアンプの収納って実は困るのが本体よりも配線なのですよね。本体よりも重くてでかいのが AC アダプター。これをどこに置くのかって非常に悩むんですけど、マグネットならこれらも同様にどこでも固定可能となるわけです。同じように L 字金具を使っても良いし、100円均一のプレートでも良いでしょう。本体から出るケーブルもマグネットフックで固定し放題。マグネットフックなんて高額なものを使わなくても、100円均一にはスチール商品が大量にあるわけで、ダブルクリップや目玉クリップを使ったって良い。配線のコツはなるべく配線グッズを使わず、なるべく隠さず束ねないこと。これにつきます。
我が家の配線方法については以前の動画で詳しく解説しているので、よろしければそちらも貪り返してみてください。ちなみにドッキングステーションって USB ポートの拡張がメインであり、接続する周辺機器の置き場所に困ることも多いのですよね。中でも SSD は常時接続しておくことも多いので、これもマグネット固定できるようにしています。SD カードや SSD といったフラッシュメモリはハードディスクと違い磁気記録方式ではないので磁力の影響を受けずコンパクト、カメラクランプや S 字フック、ホワイトボード用のトレイとかタブレットホルダーとかを使って固定しています。もちろん先ほどの L 字金具でも良いですね。L 字型の金物って結構便利で、特にこのマルチ L 型は極厚スチールで見た目も良くって、マグネットやネジで棚とかも簡単に作れますからね。100円のブックシェルフとかも突っ張り棒と組み合わせることでちょっとした隙間に棚を作ったりもできます。トイレットペーパーを置いたり、間接照明を置いてみたり、これも100円均一の突っ張り棒なので数百円で棚が増やせるという。何にせよ L 字のスチール金具があるだけで、いろいろと収納を増やせるってことは覚えておいて損もないと思うのでした。はい、続いてパソコン本体を浮かせたいと思います。薄型のノート PC やミニ PC ならデスクシェルフに収納できますからね。MacBook や Mac mini。本体も軽いので天板裏に余裕でくっつきます。ノートパソコンは薄いので薄型ラックのようなものを作ればよい。一番格安なのがセリアのアイアンバー。本来は壁に使うものですが天板裏に磁石で固定するだけ。3本レールで3点固定しておけば安心。クラムシェルで使う場合もスカスカなので熱効率も良いはず。iPad や液晶タブレット、週刊誌とか本の収納にも使えます。私は壁面に石膏ボードピンで固定して PC やタブレットの立て掛け収納としても使っています。この大型アイアンバーもセリアの商品であり、石膏ボード用のピンもセリアで売ってましたからね。Mac mini といった小型の PC なら、ベサ固定するための商品がたくさん発売されているので、ネジ固定、マグネット固定と色々と方法は選べます。ベサ固定アイテムってスチール製品ばかりなので、ベサプレート自体をマグネット固定するってのが一番楽。Mac mini のケースも豊富であり、例えばこれはウランジの Mac mini ケース。これはフック固定ができるので、デスクの脇やデスク裏に吊るしたって良いかなと。これもセリアのミニアイアンバーにセリアで買った S 字フックで固定してますけど、もちろん直接マグネットフックに吊り下げたって良いでしょう。こちらはギーコムのミニ PC。ネジ固定できるベサプレートがついてるんですけれども、これもそのままマグネット固定してるだけですからね。このマグネット台座は M6 ネジが飛び出てるので、M6 のメスメスナットを間に挟むことで両面マグネット台座の出来上がり。浮かせた方が排熱できるかなってやってみたんですけど、スチール同士ならネオジム磁石を間に挟むだけでくっつきますからね。はい、続いてちょっとしたオープンラック。収納トレイを天板に固定したいと思います。先ほどのドッキングステーションやミニ PC も置けるし、文房具やガジェット小物も雑多に置いておくことができる。大は小を兼ねるし、なんか使いそうってことで、ちょっとしたトレイを設置したい人は多いでしょう。デスクに天板固定するトレイっていろいろなメーカーから販売されているわけで、それをマグネットで固定するだけ。スチール素材の製品で絞って選べばネオジム磁石で簡単にくっつけられるっていう算段です。デスクトレイで使い勝手が良いのが三和ダイレクトのデスク下取り付け収納トレイ。価格は3480円。A4 サイズのワイドトレイもあるけど、デスクシェルフのサイズなら B5 サイズのミニトレイの方がよろしいかなと。高さ調整が 5.7 センチから 8.2 センチとできるようになっており、幅が27センチで奥行きは26センチ。固定部分の奥行きは21センチなので、奥行きがあまりないデスクシェルフにも使えるのも良いでしょう。これスチールの厚みもあり、結構しっかりしてるので磁石でガチガチに固定できます。0.6 ミリのトタン板にもしっかり固定できてるし、2ミリの補強プレートにくっつけるとほんとガチガチ。私はネオジム磁石を左右3個ずつ、合計6個で固定して、引っ張って落とすのは無理ある感じ。取り外すのが大変なほどくっついています。山崎実業のタワーシリーズにもテーブル下収納ラックはあるのですけど、ちょっとサイズが大きいんですよね。高さが約 7.2 センチ、横幅が44センチ、奥行きが25センチ、価格は2970円。スチール自体もちょっと薄いけど、デスク下ならありかなと。こちらは奏で物のアイアンスマートトレイ、5500円。片側オープンでおしゃれなんですけど、スチールが極厚で重く、片側固定なので物を乗せるとプレートも歪む。磁力も重さがかかる部分から離れてるので、剥がれやすく、天板固定で使うのはちょっと難しかったです。結果、縦固定のブックシェルフ的に使っています。
別に引き出しやトレイといった製品じゃなくても、箱型のスチール製品なら棚になるわけで、無印良品のブックスタンドとかも使っても面白いなと思いました。スチール仕切りスタンドってやつですね。価格は2490円。ちなみにラックは直接マグネット固定しても良いんですが、一旦レールを挟むことで引き出しのように使うことができるようになります。セリアのアイアンウォールバーでレールを作ってそれに差し込むだけ。これによりスチール素材じゃないトレイも使えるようになるし、引き出せることで配線整理も楽になったりもする。奥にしまうことで隠れて手前に引き出すことで管理しやすくなる。ドッキングステーションのような配線が面倒なアイテムとも相性が良いと思っています。はい、続いてスマホやタブレットをデスクシェルフに固定したいと思います。iPhone の背面にはマグセーフという仕組みがあり、磁力でスマホが吸着できるというのはご存知の通り。マグセーフ対応のスマホスタンドは多く、両側がマグセーフ固定に対応した商品も多く登場しています。これをくっつけるだけでも良いんですけれども、両方ともマグネットが前提なので、意外と融通が効かず値段も高額。だったらこれを自分で作れないかってことでやってみました。スマホにはカメラがあり、マグセーフ対応のカメラアイテムも多いので、自分でカメラアームや雲台と組み合わせれば良いのです。マグセーフのマグネットマウントに対応したスマホスタンドや、スマホホルダーって商品は非常に多いですからね。4分の1インチネジ、いわゆる三脚穴に対応していればカスタマイズもし放題。その方が後に色々と活用したり柔軟にも対応できるはず。と言っても、マグセーフマウントにマジックアームを組み合わせるってだけ。例えば、スモールリグのダブルボールヘッドは2個で1400円ほど。マグネットマウントは1つ1500円から2000円ほど。実際のところ値段は大差ないんだけど、DIY ってほどの手間もなく、それぞれ別で使うこともできるし、こっちの方が質が高くてカスタマイズもし放題。アームの長さを変えることだってできますからね。ついでに充電をしたいなら、裏面がマグネット固定に対応したマグセーフ対応充電器もあるし、Apple 純正マグセーフ充電器も裏面にスチールプレートを取り付ければ固定できるようになります。私はマグセーフ用の充電器スタンドを解体して、スタンドの裏側にスチールプレートを取り付けて固定したりもしてるんだけど、何にでもスチールプレート固定したらこれに固定できるようになりますし、このスチールプレートも100円均一で売ってますので、マグセーフって地位対応デバイスでも使用できるように設計されているので、マグセーフ充電器があればスマホは大体充電できる。対応ケースを使えば地位対応 Android スマホでもマグセーフに吸着充電が可能へ。Google Pixel に Samsung Galaxy に Xiaomi のスマホも地位規格のワイヤレス充電に対応してるし、今では AirPods もマグセーフ充電に対応してますからね。はい、スマホを固定したら次に固定したくなるのがタブレットやモバイルモニターといったちょっと大きめのディスプレイ。スマホと違うのはスマホより大型で重量があり、タブレットは基本的にマグセーフに未対応だということ。タブレットを磁力固定できるようにしつつ、より強力に固定できる必要もあるのです。磁力強度はくっつく側も影響するというのは先ほど申し上げた通り、強力にくっつくだけでなく強力な磁力に耐えうる剥がれないものにしないとまずい。iPad をマグネット固定するためにマグセーフ対応のマグネットプレートを使いがちなんですけれども、このプレートは粘着部分が少なくて磁力に粘着力が負けて剥がれがち。これ一緒にくっついてきちゃうんですよね。私は何度も剥がれて落としてを繰り返しているので、これはもう使いません。で、結局使うようになったのがモフトのマグシールです。これ粘着面が広いので剥がれることはまずないし、貼り付けたまま純正ケースもそのまま使えるし、スタンドにスマホリングとマグネットアイテムの位置も自由自在。固定する位置もあんまり考えることなく使えるってのも非常に便利なのです。そしてタブレットをマグネット固定するなら、磁力が強力なマグセーフホルダーを使わないとダメ。この手のマグネット式スマホホルダーって商品によって磁力がまちまちなのですが、重くて分厚いものほど磁力が強い傾向にあります。重いものを固定するとネジ部分が回転して緩みやすくもなるので、回転防止の穴もあった方が良い。格安なノーブランド商品となると、この3つの製品になるかなと。これは両面マグネットにも対応してて、ネジ穴もあって万能に使えておすすめ。詳しくは概要欄にでもリンクを貼っておきたいと思います。車載用のタブレットホルダーも強力なので、固定部分のポールアダプターを三脚穴に変換できれば、デスクでもガチガチに使えたりもするけど、ちょっとここまでやる必要はないよね。広角だから磁力に強いわけではないし、磁力が強ければ使いやすいってわけでもありませんので勘違いしないように。例えば、ウランジやニューワーのスマホホルダーは、薄型の分磁力強度は低いんだけど、軽いスマホで使うなら、これくらいの方が脱着しやすくて使いやすい。Apple 純正のマグセーフ充電器も磁力はそんなに強くないですからね。
デスクシェルフに固定する場合も、スマホ側とデスクシェルフ側の磁力が同じだと、タブレット側にくっついちゃって、アームごと取れてしまったりもします。固定する側と脱着する側で磁力強度は調整した方が良いってこと。よってデスク側はなるべく強力なホルダーを使用して、スマホ側の磁力を弱くした方が良かったりもする。私は磁力が強すぎるものにはレザーを貼ったりもしてるし、脱着の使い勝手まで考えるなら、カメラのクイックリリースも組み合わせるのも面白いかなと。万能に使えるのはアルカスイスプレート。このプレートを間に挟むことで重心をデスクに近くすることもできるし、力のかかる方向も斜めから真下方向に調整することもできるので、より剥がれづらくなる。ノブを回してプレートを挟み込んで固定する仕組みなので、脱着する際もマグネットのように引っ張って取る必要もなくなります。私が愛用しているのが、レオフォトのマグネット式スマホスタンド。アルカスイス固定できるし、プレートから取ればそのままスタンドとして使えるし、折りたためば超コンパクトで何よりデザインが良い。アルカスイスプレートは磁力の強いマグセーフで固定しても便利であり、中央に穴が開いているので適当なネジとナットで固定も可能。先ほどのマグネット付き台座に M4 ネジで固定しても良いし、もちろん直接天板裏に木ネジで固定したって良いでしょう。私は M4 の鬼目ナットでアルカスイスプレートも固定したりもしています。まあ結局のところ人によってスマホサイズやタブレットサイズって違うわけで、こういった磁力強度の試行錯誤ができるのも自分でカスタマイズするメリットなんじゃないかなと思いました。はい、続いてカメラを含むカメラ関連ガジェットも浮かせたいと思います。ここまでの流れでカメラのマウントシステムが優れてるっていうのはなんとなく伝わってるかと思いますが、だったらカメラや照明といった撮影機材も一通り固定できるってことなんですよね。マグセーフ対応のカメラアイテムも多いし、逆にマグセーフからカメラを固定したって良い。マグセーフマウントにマジックアームを固定すれば直接カメラ固定もできるし、カメラ固定は4分の1インチと8分の3インチのネジ、三脚穴がベース。カメラのネジ規格を理解しているのであれば、何でも固定し放題となるのです。この三脚穴だってチーズプレートで増やせるし、照明やマイクといった撮影機材もこのネジ穴さえあれば何でも固定できるっていうのはもう言うまでもないですね。これはレオフォトのスマホスタンド PS4。先ほどのマグセーフスタンド PS5 が登場してから、このスマホを挟む部分のマウントは使わなくなっちゃったので、ホルダー部分を外してスモールリグのチーズバーを固定。どっかで見たようなガジェットマウントの出来上がり。まあこの頭の部分にマイクを固定しても良いし、さらにマグセーフプレートを固定したって良い。そしてカメラのクイックリリースシステムはアルカスイスだけでもないのです。ピークデザインのキャプチャー、ウランジのファルカム、オズモアクションやオズモポケットのマグネットアダプター、ワンタッチで脱着できる仕組みはたくさんある。そしてこれらはもともとカメラという重いものを固定する仕組み。それをデスクに活用できれば固定できないガジェットもないはず。結局のところ4分の1インチに変換できればカメラアイテムは無限に使えるわけで、マグネットを4分の1に変換する方法を考えれば良いだけなのでした。はい、続いて電源タップや充電器を固定していきたいと思います。ガジェットの配置を考える際に必ず一緒に考えなければならないのがケーブルをどうするのか。電子機器には必ず電源が必要なので電源の場所も考えておかなければなりません。デスクをきれいに見せる上で配線方法も重要であり、これを隠すためにこのデスクシェルフを置くって人も多いはず。電源って配線を隠す都合見えない位置に置きがちなんですが、あえて見える位置に置くことで使い勝手は良くなります。見えることで配線もしやすくなり、ガジェットの入れ替えもしやすくなりますからね。そしてデスクでは充電するために置くってことも多いので、充電ケーブルについてもちゃんと考えておかなければいけません。充電ケーブルを持ってきて挿す手間もあるし、充電しない時もこれをどこに置くのか、収納しておくのかっていうのも困るわけ。まあ天板裏はスチールなのでマグネットケーブルもくっつくんですけれども、やっぱり挿すのが面倒だし、ケーブルはわかりやすい場所に置いておきたい。ケーブルどこ行ったってすぐなっちゃうのが最近の私。で、これを解消するために使うのが巻き取り式の USB ケーブル。鉄板なのがオールテックの片引き巻き取り式ケーブルですね。まあもうこれは皆さんご存知の通りで、私もこれを大量に使ってきたのですが、これ USB アダプタも別で用意しないといけないのですよね。USB アダプタってそれ自体が電源タップみたいなもの。アダプタをかますことで不要なスペースも生まれてしまうし、この巻き取り式ケーブル自体を固定する手間もある。巻き取り式ケーブルはしっかり固定しないとずれたり外れたりもするし、この肩巻き式ケーブルは片側が短いので、ちょうどよくデスク手前に配置するのも難しい。使い勝手が良いようで、実は設置難易度は高いのですよね。
あとこれケーブルを複数欲しいってなると USB アダプタも複数ポートが必要になってよりごちゃごちゃするし、使うポートが増えるほどに USB アダプタに不具合が起こりがちってのもある。パワーデリバリー対応の急速充電器ってやつ。USB パワーデリバリーって良いことばかりでもないんですよね。ボルテージネゴシエーションの最適化により、ポートごとに電力供給能力も異なっており、使うポート数で電力が変わってしまったりもする。ケーブルを抜き差しするたびに充電が一時的に遮断されたり、1個だけ充電されなかったりってことありません？この複雑な仕組みからうまくパワーデリバリーが機能しなくなり、充電されないという不具合も発生しがちで壊れがち。現にこれ壊れてしまいましたからね。一回修理してもらったんだけどまた故障でもう使うのをやめたわけ。というわけで私が今使っているのがトラスさんの巻き取り式充電器。まあこれは他のインフルエンサーの方々もよく紹介されている商品であり、私も提供してもらったんで使ってたりもするので、紹介の仕方に困るんですけれども、めちゃめちゃこれよくできてます。これ何がいいのかっていうと、電源タップに直接挿すだけで巻き取り式ケーブルが固定できるので、電源タップの固定位置だけ考えればいいんですよね。マグネット対応の電源タップを使うだけで、見た目もスッキリ、コンセントまでもすぐに使えるようになる。USB とコンセントを併用できるのも素晴らしい。アダプタが飛び出てるのが嫌なら、先ほどの L 字金具を使用して高さ調節。これもマグネット固定のなせる技。まあ USB アダプタより電源タップの方が安いし、USB 規格と違ってコンセント規格は変わらず、壊れることもほとんどないですからね。このトラスの充電器は肝心のケーブル巻き取りも超スムーズで途中で引っかかる感じもありません。収納するときもスルスル滑らかで巻き取った時の収まりも良い。比べてしまうとほんと別物。このケーブル部分だけでも私は欲しい。あとこれ地味に USB ポートが付いているのも嬉しいところ。専用充電ケーブルが必要なガジェットにも対応できる。例えば私が最近手放せなくなっているのがプラウドノートやプラウドノートピンといった AI 搭載で話題のボイスレコーダー。実は最近個人的に色々とありまして、電話でのやり取りが増えちゃってほんと手放せなくなってるんですけれども、こちらも以前提供していただいた製品なのであしからず。このプラウドノートは超薄型で非常に精度の高い文字起こしが使えるってだけですごいんですけれども、これは AI が使えるっていうより超コンパクトな録音機として非常に便利なんですよね。スマホのボイスレコーダーを使わずすぐさま録音。電話の通話録音にも即対応できるのが良い。録音が特定のスマホに依存しないっていうのも便利だし、企業レベルのセキュリティってのも私が使う理由。ボイスレコーダーって使ってるうちに少なからず個人情報を録音してしまうため、結構使ってるうちに不安になってくるんですよね。その点プラウドノートは全てのデータがエンドツーエンドの暗号化で保護されてるってことが安心。まあ AI ボイスレコーダーっていろんなメーカーから出てるんですけれども、このプラウドはアメリカ系の企業であり、AI モデルもアメリカ系を使うってのも安心なんじゃないかなと。そして何よりマグセーフ対応。磁石でくっつくってことはそうなんです。充電しながらデスクにもくっつけられるのです。話がだいぶそれましたが、トラスの USB 充電器の難点は値段が高いところ。40W で6999円、67W で9999円。定価で買うってなると結構ためらう金額なのですよね。ただ、高いと言っても、オールテックの巻き取り式ケーブルは1個2180円もしますし、USB 充電器も5、6000円くらい。私が使ってたアダプタなんて1個8000円くらいしたと思うんですけれども、もう壊れちゃってますからね。まあこういった巻き取り式ケーブルも壊れやすいイメージがある通り、私も過去には巻き取らなくなったりってのを経験してるんですけれども、その点トーラスの巻き取り式ケーブルは10年間使用できる超寿命だと謳っています。実際に10年使えるかどうかは置いといて、ここ数ヶ月ほど毎日巻き取りまくって使ってて絡まる気配はありませんし、保証期間が3年間と他社よりもだいぶ長いのも良心的。アンカーさんが通常18ヶ月で最大24ヶ月。CIO さんも通常1年で最大でも2年ですからね。まあ USB 充電器が壊れる最大の原因って熱なんですよね。高出力になるほど内部は加熱し、劣化や故障を引き起こす。よって加熱や過電流にならない仕組み、放熱設計が重要であり、その点この USB 充電器は温度管理システム内蔵で充電器の発熱もしづらいのです。そして充電されるデバイスも最適な電圧電流に自動調整してくれるんですよね。充電器って早く充電できれば良いってわけではなく、バッテリー劣化したら元も子もないですから。ちなみにこのモデルは 40W と 67W のモデルがあるんですが、40W が 0.68m に対し 67W は 1m とケーブルが長くなっています。ただ、その分サイズが大きくなり、値段もだいぶ上がってしまいます。参考までに M4 MacBook Air に付属している充電器が 35W 充電器ですからね。
40W で充電できるなら一通りのガジェットは充電できるし、家で使うなら急いで充電する必要もないと思ってるのが私。そして外に持っていくのはさすがに 40W でもでかいです。私は外ではシングルポートの USB 充電器を使う派。パワーポートデリバリーってのをあんまり信用してないってのが前提で、ホテル、空港、飛行機と意外とコンセントの差し込み口は小さいし、アダプタは大きいほどに外れやすくもなるし、そもそもコンセントに挿せないと充電できませんからね。トラスでは超コンパクトな USB 充電器もあるので、外で使うならこっちでしょう。これ 30W なのに他社製品と比べて小さくて、コンセント部分も収納できて、しかも高品質なケーブルまでもついてくる。はい、そうなんです。こちらも提供品なんです。何卒ご容赦くださいませ。いずれにせよトラスは欧米でも評価されているグローバルメーカー。商品の質は高いし、それゆえに高額なんですけど、Amazon セールでは結構安くなることも多いです。概要欄にはリンクを貼らせていただいておりますので、ぜひ実際のレビューとかも参考にしてみてください。はい、続いてゲーム機を浮かせたいと思います。今、世界で一番売れているゲーム機といえば任天堂スイッチ。まあ、スイッチに限らずゲーム機専用の収納商品は多くって、今回私が使ったのは山崎実業のゲーム機スタンド。これ、本来は石膏ボード用のピンで壁面固定する商品なのですが、壁面固定できるならデスクにも固定できるはず。ピン固定する部分にネジとナットで固定してみました。デスクシェルフ脇の裏側に、またまた大同ハントのマルチ L 型をネジ固定して、ネジとナットでこの金具にゲーム機スタンドを固定するだけ。L 字金具とゲーム機スタンドのネジ穴の位置がずれたら固定できなくなるので、先に L 字金具にゲーム機スタンドを固定してからデスクの裏側にネジ固定しました。実はこのデスクシェルフに固定した L 字金具の幅は、先ほどの電源タップの磁石の位置の幅と一緒なので、電源タップも固定できるようになっています。素晴らしいですね。まあ、スチールプレートがあればマグネット固定はできるので、ネジ穴に M4 マグネットマウントを固定しても良いし、別にデスク足に直接マグネット固定したって良いでしょう。山崎実業さんのタワーシリーズはスチール製品ばかり。マグネット固定ならいくらでもやりようはあるし、石膏ボード壁対応となっている製品も多いので、わざわざデスクに固定せず、壁固定しても良いんじゃないかなと。石膏ボードピンなら賃貸住宅でも使えますし、石膏ボードピンでスチールパンチングボードを固定してマグネット固定するって方法でも良いと思いました。はい、続いてゲームの周辺機器を固定したいと思います。よく使うのがコントローラーとか、あとはヘッドフォンとかですね。先ほどの山崎実業のゲーム機スタンドにはコントローラースタンドも付属していたので、これをデスク足にマグネット固定すれば完了です。間にネオジム磁石を挟むだけで結構ガチガチ。まあこれだとちょっと面白くないので、よくあるコントローラースタンドをマグネット対応したいと思います。このコントローラー専用収納ラックを解体してみたところ、ネジのサイズが M5 サイズだったんで、M5 ネジを M6 ネジに変換して、先ほどのマグネットプレートで固定。ポールの幅もちょうどよく、ガチガチに天板固定できるようになりました。もちろんそのまま M5 ネジを活用して、M5 ナットで固定しても良い。デスク裏のアイアンプレートとか、カメラ用のマウントプレートとか、ちょっとした穴さえあればネジとナットで固定できますからね。穴がないなら M5 の折り目ナットを取り付けたって良いでしょう。続いてヘッドホンの固定なんですけど、まあこれも同じですね。市販のヘッドホン吊り下げ商品を使って、ネジ穴に M6 マグネット土台を M6 ナットで固定。上方向にくっつければ吊り下げられるし、下方向にくっつくようにして適当な台をヘッドホンスタンドにすることも可能。もちろん磁石を直接貼り付けたって良いでしょう。これは電源タップ用の磁石シール。磁力も粘着力も強力で幅もぴったり。ヘッドホンと VR ゴーグルって似た形状なので VR スタンドとしても使えます。配線グッズで使われがちな NZXT のマグネットホルダーだって元々は VR ゴーグル用の商品でしたからね。まあ丸みを帯びたものを壁面固定できればそれはもうヘッドホンホルダーになるんですよね。これはソファーの足に M6 の折り目ナットを取り付けてマグネット固定をしたもの。私は梱包作業もしたりするので OPP テープホルダーとしてデスク脇にも固定できるようにしています。ちなみにコントローラーとかヘッドホンとかって軽い割に結構かさばるんですよね。かさばるものを吊り下げるためには高さが必要となるので、デスクの上に固定するってのはどうしても無理があるとも思っています。かといって収納するためにスタンドを置いてしまえば本末転倒。スペースを有効活用するならデスク下に吊り下げた方が良いのではないかなと思いました。はい、最後に固定するのはデスクの小物類ですね。小物はいちいち固定してたらキリがないので引き出しとかトレイにまとめて入れる人も多いかと思います。ただこういった収納ボックスに入れるとしても小さいから埋もれがちであり、
ケースに入れてしまうと取り出しの手間も増えるし、しまいにはどこに行ったかわからなくなるのが私。というわけで、デスク小物もマグネットで陳列固定するようになりました。小物はその名の通り小さいもの、小さくて軽いなら磁石とも相性が良いのです。デスク裏にマグネットバーをくっつければ、文房具やツールを固定できるようにもなります。山崎実業の包丁スタンドは両面マグネットでスチールにもくっつくし、工具類もくっつくくらい強力なので意外と何でもくっつけられます。ハサミ、定規、カッター、ボールペンと意外と元からスチールを使っている商品は多い。先ほどのマグセーフホルダーをマグネットバーのようにも使えるし、マグセーフリングの指掛け部分をフックにしても良い。マグネット対応の小物も多いのでそのまま貼り付けることもできるし、こういったアイデア製品も紐解いてみれば、マグネットテープを貼っただけだったりもするわけで、だったら自分でマグネットをテープで貼ったって良いでしょう。ティッシュケースは山崎実業が鉄板ですが、スチール素材なら磁石を間に挟むだけで良いですからね。ブリキやスチールのティッシュケースで良かったりする。リモコンやミニほうきとかもデスク周りにあると便利。キーボードをデスク裏に取り付けることで指紋認証だけ使ってみたり。いやほんと、指紋認証だけ別にしてほしい。まあこういった小物類って綺麗に収納できないからケースに入れて隠したくなるのですけど、綺麗に並べておけるなら箱に入れる必要もないわけで、収納しないことですぐ取り出して使い勝手も良くなるし、こだわって買った文房具。せっかくなら並べたいし、やっぱり浮いてる見た目が好きなんですよね。マグネット固定というと、どうしてもデスクの裏側に隠すイメージがあるのですが、デスクの上に置いて見せたいって時も動かなくなるってのは結構便利。天板の裏だけでなく表側にスチール固定するのも面白い。トタン板の上からリメイクシートで覆ってしまえば全くわかりません。マグネット固定で置いたものがずれなくなるし、ケーブル固定したり、文鎮もいらなくなったりもする。折りたためるようにすればテーブル兼マグネットボードにできたりもする。ラダーラックにマグネットバーを固定して陳列しても良いし、市販のスチールボードとかもちょっと布で覆うだけで雰囲気も変わりますからね。これは IKEA のスチールボードに両面テープで布を貼り付けてるだけ。壁面収納ならスチールパンチングボードもおすすめ。マグネット固定もできるし、パンチングボード用のフックも使える。デスク周りに有効ボードラックってあると便利であり、以前の動画では壁面ラックの作り方も詳しく解説していますので、よろしければそちらもご覧いただけると幸いです。そして有効ボードラックはネジで固定ができるので、ネジ付きマグネットとナットでデスクに固定ができるってのはもう説明するまでもないのでした。はい、最後にデスクシェルフを実際に使って気づいたことについて。デスクシェルフを作りましょうって言っておいてこんなことを言うのはどうかとも思うんですけれども、実は私、パソコンデスクではもうデスクシェルフを使ってないんですよね。いろいろと試行錯誤してきた中でやっぱり自分には合わないかなって。だからこそ作って試してみた方が良いとも思ってるわけで、私がデスクシェルフを使わなくなったその理由について。まず一つ目のデメリットがデスクシェルフを置くことでディスプレイ位置が高くなってしまうこと。モニターを台の上に置くってのはデスクシェルフとしては正しい使い方であり、そのために登場したものなんですけれども、姿勢を改善するためにモニター位置を高くするってのは一昔前、20インチ前後のモニターが主流だった頃の話なのですよね。近年ではパソコンモニターの大型化が進んでおり、モニター自体にも高さ調節機能がついているものも多いし、モニターアームをすでに使っている人も多いでしょう。わざわざ台に乗せる必要がないってのもあるし、むしろモニターを台に乗せることにより逆に高すぎる位置に来てしまうのです。27インチや32インチを使っている人も多いはずであり、32インチを日常的に使う私は特に厳しいと感じています。ディスプレイワークにおいてディスプレイの適切な位置はディスプレイの上部が目線より下にあるのが理想的であり、やや下方向を見る方が目も首も疲れません。なんなら目線より少し下の位置に置いて画面もちょっと斜め上を向けるようにした方が見やすいのです。人間の視野って中央に行くほど解像度が高くなっており、文字などをはっきり認識できる中心視野は意外と狭いのです。一般的な有効視野は水平方向で約30度。垂直方向で約20度程度と言われており、特に上方向の視野は狭く、視認性も下方向に比べて劣ります。これ、まぶたの構造も関係しており、人間の目は横に並んでることもあって、左右には広く見えても上を見るのは苦手なんですよね。上を向くことで首に負担がかかるってのはなんとなくご存知かと思いますが、
目も見開くことになり、目も乾きやすくなるし、そうなってくると目の調整機能もうまく働かなくなり、そのまま無理をし続ければぶっ壊れてしまうのです。特に日本人は小柄な人が多いので、デスクシェルフを置くことで気づかず肩や首、目にも負担をかけてしまっている人もいるのではないかなと。例えば一般的な16対9のディスプレイの場合、ベゼルやスタンドを除いた画面のみのサイズで27インチの高さが約34センチ、32インチの高さが約40センチとなります。デスクシェルフの一般的な高さが10センチ前後なので、27インチの高さを低く見積もったとしても約44センチ、32インチでは約50センチ、デスク上50センチって結構高いですからね。比較的大柄な私でも、ディスプレイ高はデスク高約45センチぐらい。これぐらいが私の限界。同様に大型ディスプレイや縦ディスプレイにも気をつけた方が良いと思っています。大画面を視野に入れるためには眼前距離も必要となるし、距離が遠くなれば同じ解像度では見えづらくなるし、解像度を下げてしまえば高精細ディスプレイも意味がなくなります。こういった事情から昨今では横だけに伸びたウルトラワイドやスーパーウルトラワイドも増えていると思ってるんですけれども、これも真に受けて使ってたらそれはそれで体壊すよってのは以前の動画で話をした通りです。まあ私は上にもディスプレイを置いてるんですけれども、これは作業するっていうよりは情報を置いておいたり、どちらかというと作業してもらうためのディスプレイなんですよね。また別の理由でモニターが必要になってきていると感じております。まあ何せよ視線が上になることで目や首に負担がかかるってのは間違いないでしょう。上を向けば目も乾きやすくなりドライアイもひどくなる。年齢とともに目も潤いづらくなりますからね。老眼ってのは近くが見えなくなるってだけではないので、普段の視線位置がどれぐらいの高さになってるのか、若いうちにしっかりと確認して意識しておいた方が良いのではないかなとも思いました。はい、続いてのデメリットはモニターアームと干渉してしまうという点です。デスクシェルフを置くことで物理的に干渉するってだけでなく、モニターアームの良いところまでも薄れてしまうなと感じました。モニターアームってデスクの上のスペースが広く使えるようになり、ディスプレイを稼働できるのがメリットなんですけれども、せっかく浮かせたディスプレイの下の空間を埋めてしまったら、モニター下のスペースもなくなり、棚が邪魔してモニターアームも稼働できなくなってしまうのです。特にスタンディングデスクを使っている私にとって、モニターを自由に動かせなくなるってのは結構致命的。着座姿勢とタッチ姿勢でディスプレイ位置も変わりますからね。特に私の愛用するエルゴトロンの LX モデルは二軸で稼働するようになっているので、上下させると左右の位置も変わるので、結局のところ前後に動かす必要もあり、デスクシェルフとはどう頑張っても一緒に使えないのです。かといってデスクシェルフに合わせてモニターアームを買い替えるなら本末転倒だし、だったらモニターアームを取っ払ってモニターを直置きした方が使いやすいんですよね。私は棚よりもモニターを優先したいし、無理して棚を置くことで棚の上部も使えなくなりますし、棚でギチギチに埋めるほどにせっかくのアームの美しいデザインも隠れてしまう。そもそも私はモニターアームもすっきりとした見た目に惹かれて設置してたはず。ディスプレイが浮いたような近未来的な見た目にしたい。なんならちょっと不思議で気持ち悪い感じが好きなのです。テレビもなるべく壁掛けにしたいし、デスクシェルフだってよくよく考えてみたらスマホやタブレットを浮かせたいだけ。いずれにせよ結局のところ見た目、デスクシェルフもモニターアームもファッション的な側面を強く持っているアイテムであり、見た目で選んでるっていうのはどう頑張っても否めないわけで、こうなってくると人とは被りたくないって人も出てくるんじゃないかなと。皆さん薄々気づいてると思うんですけれども、どこもかしこもデスクシェルフだらけ。この棚を置くことで良くも悪くも皆さん同じような見た目になるわけで、右も左も同じになってしまえばそれはそれでどうなのよって思うし、どうなってくるよって考えるんだけど、分かったら苦労はしないのでした。はい、続いてのデメリットはデスクの作業スペースが少なくなるってこと。デスクは作業する場所であり、棚は収納する場所。収納スペースを拡大すれば作業するスペースは減ってしまうのです。デスクって天板の上でのアナログ作業だけでなく、垂直方向でのデジタル作業もするスペース。パソコンデスクでむしろ重要なのはこの縦方向のディスプレイワークであり、視界に入るエリアにディスプレイを置きたいわけで、この場所を棚で埋めてしまうってことは私にはちょっとできないのです。特に目線より下方向はディスプレイワークにおけるゴールデンスポット。この PC 作業に最適なスペースを収納のために使うのはもったいないし、できることなら私はその位置にディスプレイを設置したいのです。ディスプレイワークで優先すべきは収納ではなくディスプレイという表示領域。棚を置くならディスプレイを置かない場所。
視界に入らない位置が良いので、デスクの上ではなくディスプレイの上に棚を置くべきなんじゃないかなと。ディスプレイ上に棚を作るアイテムもありますし、モニターアームを使えば何でも浮かせて設置もできる。有効ボードは 25mm ピッチ、ベサピッチともぴったりだったりするし、ピッチが同じなら逆に有効ボードにモニターを固定することもできる。エルゴトロンのクイックリリースブラケットなら脱着も簡単。そして私はスピーカーや文房具もデスクの外に設置しています。そもそも収納を増やしたいなら近くに棚を置けばよい。作業するデスクにわざわざ詰め込む必要はないわけ。どちらかといえば収納よりも作業スペースを広く取りたいし、柔軟に作業できるようになるべく開けておきたいのです。パソコンラックとデスクも一緒にする必要はないんですよね。むしろ分けた方が配線がスッキリするし、融通も効くってのは以前の DIY 動画で申し上げた通りです。別にモニターだってデスクの上に置く必要もないわけで、ゲームするならデスク下でも良いし、キーボードとマウスだけ別のデスクに置いたって良い。一口にパソコンデスクといっても作業内容は人それぞれ。時代の流れとともにデスク環境も変わってしまうわけで、時代に合わせて自分なりに適応できた方が良いのは間違いないでしょう。私だって昔は動画編集なんてやるとは思ってなかったですからね。動画編集し始めてからもデスクはどんどん変わってますし、撮影デスクもいじりまくって今に至るのです。具体的なデスクの作り方ともなると、まためんどくさい話になってしまうので、今回は割愛。またいつか時間がある時にでも作りたいと思ってるんですけれども、皆さんが見てくれないと意味もないので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、最後のデメリットは収納アイテムとして使いづらいと感じました。これはインテリアラックなので飾るというのが目的ならいいんですけれども、デスクに置く都合、ガジェットを収納するっていうのは避けられないんですよね。で、実際にガジェット収納に向いているのかといえば全然そんなことはなく、むしろこれを置くことで色々と制限されてしまうなと感じました。薄いデバイスを使えば良いという話ではなく、様々なガジェットに対応できなくなるというのが問題。メカニカルキーボードにマウスに左手デバイス。使いたいものはコロコロ変わるし、時代に合わせて入力デバイスも変わるもの。そしてデスクってデジタル作業だけじゃないっていうのは先ほど申し上げた通り、アナログ作業をしたくなった時に、この棚があるせいでキーボードやマウスを一旦退避しておくことができなくて困る。デスクマットを使ってガジェットをまとめて収納するなんてこともできなくなってしまうのです。先ほどデスクシェルフを置くことでディスプレイ位置が高くなると言いましたが、無理してディスプレイを下げれば今度は棚に物が置けなくなりますからね。スマホホルダーにタブレットホルダー、棚にガジェットを固定するほどに棚の収納自体が使いづらくなる。本棚の手前に物を置いちゃったら本を取り出さなくなるっていうのはご存知の通り。使わなければホコリも溜まるし、掃除もしにくくなっちゃいますからね。そもそもなんでスマホやタブレットを棚に固定したいのか。スマホやタブレットも結局のところディスプレイ。ディスプレイに固定できるようにしてしまえば視線の動きも最小限で済むし、ディスプレイ下よりもディスプレイ脇の方がスマートに配置もできるのですよね。より浮いたような見た目になる。やっぱり皆さん浮かせたいのだとも思うのです。まさにそのためにあるのがベサ拡張プレート。私が使っているのは長尾製作所のベサ拡張プレートですが、これを使うことでそのままマグネット固定もできるようになるし、距離が足らないならまた L 字の金具を追加すればよい。ベサプレートには M4 ネジのネジ切りがしてあるので、そのままネジをくるくると回せば、それだけで金具がくっつきます。これネジで固定してるだけなんですけど、結構がっちりくっつきますからね。モニターのすぐ下。しかも水平方向に鉄板を浮かすことができれば、デスクシェフと全く同じ使い方ができるようになるわけです。別にディスプレイ上に設置したって良いわけで、ベサ固定できるカメラ用プレートを使っても良いし、スーパークランプで直接ポールにクランプ固定しても良いでしょう。ポールに巻き付け固定できる製品とかもありますからね。Mac には iPhone ミラーリング機能があるし、Windows にもスマホ連携があるので、わざわざパソコンの近くに並べておく必要があるのかってのもある。デスクシェルフを買う値段でディスプレイを増やしても良いし、5K 解像度の大画面ディスプレイも格安になってますからね。そもそもこの狭いスペースに何を収納するのかって言ったらドッキングステーション、充電ケーブルに充電器、あとはアンプとか文房具用のトレイとか、正直どれもここでなくて良いし、この隙間に収納したところでさらに薄い隙間ができるだけ。収納できるものはどんどん限られてしまい、その隙間のためにガジェットを買い替えたら本末転倒ってのはもう何回も言ってること。配線のあるガジェットをあえて見せる必要があるのかってのもあるし、配線を隠したいなら、むしろ見えない位置に置いた方が良い。デスクの裏側に配線トレイを置いたり、キーボードトレイとかで棚を作っても良いと思います。
結局のところデスクシェルフはガジェットを飾るためのインテリアラック。飾るアイテムによって見た目は大きく左右されるし、どちらかというとガジェットの方にお金をかけたい。ガジェットが好きな人ほどガジェットも頻繁に買い替えるわけで、ガジェットに収納を最適化しすぎるのも良くないと思っています。そして限られたスペースで収納を増やしたいなら、壁面収納が間違いない。ラブリコやディアウォールといった突っ張り DIY で賃貸でも簡単に収納は作れるようになっていますからね。いやいや、そんなんいきなり作れないって。私も最初はそう思っていました。私だって最初はデスクを作ることから始めましたからね。デスクよりもデスクシェルフはもっと簡単。何かを作ってみるきっかけとしてやってみるのも面白いのではないかなとも思いました。はい、最後にまとめです。デスクシェルフって言ってますけど、結局のところこれはインテリアラック。収納がとか、作業効率がとか言い出したらちょっとずれてくるんじゃないかなと。使いやすいかどうかは置いといて、何のためにそこに収納を作るのか。デスクシェルフは高額な製品も多いので、大金を払ってしまうと後にも引けなくなりますからね。試しに一旦作ってみて、本当に便利なのか、これが理想とする環境なのか、冷静に考えてみても良いのではないかなと。まあ、使ったものがないものって理解できるはずもなく、最初から理想を掲げるのってのも無理があると思うのですよね。少なくともいきなり高額な商品を買うってのはリスクが高い。買う前のイメージとしてってのもあるんですけれども、やっぱり安いなら気兼ねなく試せるじゃないですか。高級品を気兼ねなく使うってのはなかなかできませんからね。こういった試行錯誤することで、デスクや棚のカスタマイズに応用が効くようになったのも間違いない。いろいろと楽しめて失敗した経験はプライスレス。失敗するってことも一概に悪いことじゃないとも思っています。やっぱり失敗した時って悔しいんで本当よく覚えてるんですよね。買い替えて作り変えて失敗してまた理想が変わるっての繰り返し。私も死なない程度に色々と失敗してきて今に至るわけで、まあ人がうまくいった話なんて何にも面白くないし、失敗したって人を見てる方が面白いじゃないですか。そんな私の失敗を糧にあなたの人生が少しでも豊かになれば嬉しいし、もうちょっと狂ったデスクが世の中に増えても良いとも思ってる。ぜひ皆さんにも色々と挑戦していただき、よくわかんないデスクを作って盛大に失敗したって話までセットでいつの日かお聞かせいただけると幸いです。というわけで今回はこの辺でおしまい。